星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。皆さん、明けましておめでとうございます。今更かって話ですよね。はい。去年のラジオを聞いてくださった方はおそらくご存知なのではないかと思うのですが、はい。私、星野シャナ、初投稿日、動画の初投稿日がね、2017年1月25日でして、そうなんです。今年で8周年。イエーイ、おめでたい。はい、そうなんですよ。初投稿日というか、次の年から周年日に当たるんですかね。それが1月かぶりしておりまして。なので、ちょっと、明けましておめでとうございますの挨拶取ると、ね、短期間にラジオの動画がね、大量に発生してしまうので、はい、こんな感じでずらしてお送りしております。そうなんですよ、8周年。8周年ってすごいですよね。結構著名な方でも8周年、全然いると思う。いや、おかしいな話ですよね、本当に。こんなに伸びてないチャンネルでね、こんだけ続いてるんですよ。いやー、やっぱ継続は力なりって言うんですかね。力になってるかわかんないですけど。そんなこんなで8周年を迎えまして、9年目に突入しますと。はい。細々とね、今年も続けていきたいと思っておりますので、本年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ちょっとタイトルで言ってなかったんですけど、もうね、お正月だからふわふわ気分なんですよ、こっちは。今回は2025年の話をしたいと思います。ざっくりその周年のご挨拶は今しましたけれども、年末年始の話とか、今年どうなるのかなみたいな話とか、軽く触っていけたらと思います。まず年末年始のお話をしましょう。年末ですね、社会人として初めて仕事納めをしたわけなんですけれども、仕事納めをした翌日インフルエンザになりました。もうね、ストレスがすごかったのと、もうインフルエンザが爆流行りしてたのと、もうすでに風邪を2週間ぐらいこじらせてたタイミングだったので、すべての悪いものが年末に重なりました。年越す前にね、全部一応紹介しきったので、そういう意味では年末にかかってよかったかなと思っております。ちょっとね、まだ喉が治りきってないかもしれなくて、お聞き苦しかったらね、本当にごめんなさい。はい。で、そんな感じで年末病人としてね自宅療養をして過ごしたわけなんですけれども、ギリ31の夜中ぐらいから療養が明けまして、なんで夜中って言ったかっていうと、年越しがね、もちろん毎年あるわけですよ。31日ですから。知り合いから連絡が来まして、ダーツしようぜって。これ特定されたらやばいけど、そう、なんやかんやあってラウンド1に行くことになったんですね。はい。11時半とかに集合してラウンド1に行きまして、2時間スポッチャ4時間ダーツをしました。もう良い子は真似しないでください。ほんとこんな年になってね、無茶するもんじゃないわ。あの、絶賛筋肉痛噛んでる。筋肉痛中でして、本当にね、全身が痛い。マジで座るのも立つのもしんどいし、寝るのもしんどい。そんな感じの年越しを過ごしました。はい。で、朝6時、ラウンド1を出て、初日の出を見に行き、家に帰宅して仮眠を取ってから初詣に行きました。はい。おみくじ引いてね、甘酒も飲んで、無事年越しが済みましたよっていう、超大荒れな一日でございました。いやー、ちなみにおみくじがですね、今日でした。私、大吉を引く女だと勝手に思っていたんですけれども、今年はダメでしたね。いや、本当にひどかった。もうね、何もするなって書いてあったよ、今日。笑って済ませば済むことをわざわざ怒るなって書いてあったから余計な口出しをしないように今年は頑張りたいと思います。めげずに頑張るぞ。はい。という感じで年越しはこんなところです。はい。では2024年の振り返りと、今後の意気込みみたいなところに行きたいと思います。2024年はですね、週1投稿は多分ね、守れたような気がするんだ。気がするんだっていうのはそのね、途中から必死すぎて記憶がないんですよ。
だから間違ってたら申し訳ないんですけど、一応週1以下、違う、週1より低いペースにはなってなかったと思う。なんかこれでね、勝手にお休みしてるところがあったらすごい申し訳ないんですけど、多分ないんじゃないかな。はい。かなり自利品でね、お送りしております。1年前だとストックがあって、しかも週2投稿で、そう、今年違う、去年か。2024年途中からしれっと週1投稿にしたんですけど、すいませんね、本当に。ストックがないんです。ストックもないし、取れる予定日も決まってないみたいな状態だったので、さすがに週2はもう無理だってことで、週1投稿にして、行事事がある時だけね、しれっとその日に動画投稿したりはしていたんですけれども、基本的には週1投稿っていう感じでお送りしておりました。いや、本当にね、1年前の余裕はどこに行ったんだろうって考えたんですけど、そりゃそうだよね。去年大学生だもん。暇だよね。いや、就活してましたけど、してたとはいえ大学生。だから、相当余裕があったんだろうなっていうのに今気づきましたね。時間は大切にしてくださいね。私より若い皆さん。いやー、そうなんですよ。やっぱ、去年一番変わったことっていうのが社会人になったっていうことなんですかね。社会人って本当に忙しいんだなって思った。撮るタイミングはね、ないのは、個人の事情としていろいろあるんですけど、実家暮らしだからとか、誰にも言わずに活動してるからとかあるんですけど、なんかそれにしても、本当に平日動くの無理ね。無理無理。だってもう帰って寝たら終わっちゃうもん、時間が。通勤時間減らせとかはあるんですけどね。私が選んだ職場なので、そこは割り切ってやるべきだしょ、口が回ってない。やるべきでしょうって思ってるので全然いいんですけど、いやー、すごいね、平日配信とかしてる人。何時間睡眠で生きてるんだろうって思いました。私には無理。そう、なんか去年ね、忙しくなってしれっと消えるかもみたいな話してたんですけど、去年はなんとか耐え切った。ちょっとイレギュラー的なところもあって、取れる日がちょっと多かったっていうのもあって、去年はなんとか乗り切った。でももう今年こそは無理かもしれないと思ってます。いや、本当に消えそう。もうマジでストックがないし、取る予定日もないし、取る気力もないみたいな状態で。いや、本当にね、10年目指したいですよ。あと2年頑張りたい、私は。でも、あと2年ってことは、社会人3年目までに、どうにかこれを続けていくということで、いや、結構、無謀な目標を抱えてしまったかなと思っております。そんな感じでちょっとしれっと消えるかもしれないんですけど、はい、皆さん心しておいてください。でも、2024年一番嬉しかったのは、チャンネル登録者数が100にいったんですよ。これ聞いてる人信じてくれないかもしれないですけど、一応数字としてはいったんですよ、100。初めて。それ初めてだよね。そう、嬉しかったな。見れた人本当にラッキーでしたね。ラッキーだったよね、あの一瞬ね。いや投稿頻度その後落ちちゃったから、減っても、また来てねぐらいにしか思ってないんだけど、いや、100っていう数字をね、見れるとは思ってなかったんですよ、本当に。めっちゃ真面目な話するとね。だってさ、8年間一人でやってるんだよ、こんなこと。よく100人も見に来たよねって話です。いや、本当に、チャンネル登録してくださった皆さん、ありがとうございました。いやー、2025年中にね、もう一回ぐらい100っていう数字見たいなとは正直思ってます。欲が出てるね。そう、見れたら嬉しいなとは思ってるので、ちょっと、週1が限界なところはちょっとあるんですけど、2025年も引き続きね、活動を継続していきたいなとは思ってます。意思はある。そう。なので、変わらず温かく見守ってくださると嬉しいです。はい、話したかったのはそんなところです。2025年もよろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあ、こんなところで終わっていきたいと思います。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。